第1回、ティア格付け。どうも皆さんこんにちは。市川純喜です。本日の動画はタイトルにもある通り、ティア格付けということで、記念すべきですね、第1回は、バレンシアガのシューズ、過去デムなきですね。今まで出たシューズ類を格付けしていこうよという動画になっております。よくあるやつですね、ティア表を作って、S から D までのね、5段階で評価していくやつなんですけれども、デムなきのシューズ、2016年の秋冬から、2026年の最新のね、引退するまでのコレクションの約10年間のシューズ類を評価していこうと思います。かっこよさとかで評価をすると、ちょっと角が立つかなと思うので、今回はですね、基準を設定しまして、まず一つは2026年に履くんだったらというところ、そして全体のね、合わせやすさだったりとか、コーディネートした時の面白さっていうのを軸に評価していこうかなと思います。僕のね、好みとかも含まれてしまうんですけれども、基本的にね、そこを評価軸にしようかなと思っているので、この靴はそんな評価低くないだろうとか、この靴もっと上だろうみたいな、いろいろね、皆さん思うところはあるかなと思うんですけれども、あくまでエンタメとしてね、見ていただければと思います。一応ね、デムナキのシューズ、2016年から2026年までのシューズを40種類近くあったんですけれども、革靴とか結構シリーズが多いんで、省いてるものもあるんですけれども、割と主要なものは、全部まとめてきたかなっていう感じではあるので、時系列順にシューズを見て、格付けしていこうかなと思います。ということで本日も動画最後までよろしくお願いいたします。はい、ということで早速順番に格付けをしていくわけなんですけれども、基本的にはですね、2年単位で分けて見ていこうかなと思います。最初はですね、2017年から2018年までのシーズンで出たシューズを振り返っていこうと思います。まず、最初のシューズが、スピードトレーナーですね。これがね、バレンシアガの記念すべき最初の、デムナキ最初のシューズですね。当時はこのスタイリッシュさっていうのがすごい評価されてましたけど、今ね、どうなんですかね、今見ると、これに似たね、シューズっていうのがいろんなブランドでやっぱ出てきちゃってるんで、純粋な気持ちでね、見れない、若干バイアスがかかってるっていうのもあるんですけれども、そうですね、今の2026年で、これを履くってなったら、もちろんかっこいいし、コーディネートに組んだらね、すごい面白いかなとは思うんですけれども、評価をつけるってなったら、スピトレは、D かなと思います。好きなんですけどね。これから出てくるシューズのことを考えると、D ぐらいが妥当かなっていう感じです。サクサクいこうかと思います。続いてはトリプル S ですね。面白スニーカーの元祖ですよね。これはね、当時すごい話題になりましたね。2017年の秋冬ですかね。そのシーズンに出たシューズですけれども、僕はね、とりあえずやっぱ基本的に好きで、最近の1週間コーデでも使ったぐらいなんですけども、ワイドなパンツにも合いますし、細身なパンツにも相性がいいということで、結構やっぱ好きなんですよね、とりあえずは。この後にもね、トリプル S2.0 とか出てきたんですけれども、基本的に全部形は一緒なので、やっぱね、2026年に履くっていうことも考えても、タイミング的にやっぱすごい面白いなと思いますし、これをね、コーディネートかっこよく履けた時の、面白さっていうのもあるんじゃないのかなと思います。結構ね、スピトレとは違くて、僕はとりあえずは割と評価してる靴ではありますね。これは2026年っていう見方がやっぱすごく大きいので、格付けするんだったら A ですね、これは。続いて出たシューズが、2018年の冬に出たトラックですね。これがあれかな、一番バレンシアガの基礎になってるかな。この後に出てくる 3XL だったりとか、その他のスニーカーいろいろありますけど、そのあたりのスニーカーって全部これがベースになってると思うんで、バレンシアガのスニーカーの始まりだと僕は思ってるんですけれども、トラックですね。トラックもね、好きは好きですね。このごちゃごちゃとした感じとか、当時すごい新しかったなっていうのを覚えてます。カラーバリエーションとかもすごい多かったですよね。バレンシアガのこの歴代の靴の中を見ると、感覚はあれですけど、可もなく不可もなくなのかなっていう感じもしますね。トラックに関してそうだな、別に特別な思い入れもないし、好きなんですけどね。ティア格付けするんだったらC かな。という感じで、2017年、2018年のシーズンはこんぐらいかなっていう感じですね。デブナになってからね、まだ浅い時期ではあるんで、靴自体は少ないですね。もちろん革靴とかは出てるんですけれども、今回はちょっと省いてるっていう感じです。続いてのシーズンですね。2019年から2020年までの時期を見ていこうかなと思います。2017、18が割と再構築だったりとか、再定義みたいなのが多かった中で、2019、2020で一気に幅を広げたというか、新しいバレンシアガをどんどん見せていったシーズンだったかなと思います。まず一つがトラック2ですね。先ほどのトラックのバージョン違いということで、トラックとトラック2に関しては、結構ね、仕様の違いがあるんで、今回ちょっと分けて紹介してます。トラック2が初めて出たのは2019年の秋だったと思います。でね、トラック2は、僕結構個人的に好きで、中でもね、この2の部分のこの
コバの横の部分がちょっとギザギザしてるのが、これから出てくるバレンシアガのシューズでもあまりないディテールで、スタイリングとして組んだ時に、いい感じにポイントになってくれるというか、派手すぎないし、でも普通すぎないみたいな。バランスがなんか一番ちょうどいいシューズじゃないかなと思います。これのね、青白を持ってて、ガンダムみたいな色味のやつなんですけど、これがね、やっぱすごい当時好きでしたね。これやっぱ未だにかっこいいなと思いますね。真っ黒とかもね。やっぱ今見てもかっこいいなと思いますね。トラック2はね、結構好きだし、スタイリングとしての合わせやすさもあるし、スタイリングでハマった時の完成度の高さもあるし、結構これは評価してますね。ということで、トラック2はティア B に入れようと思います。で、続いてのシューズは、ゼンですね。2020年の春に出たゼンです。これはね、今までのバレンシアガのシューズの中で、ソールがかなり薄いシューズなんですけれども、スポーティーな方向に振っていったアイテムですね。このあたりからね、なんかバレンシアガが全体的にちょっとスポーティー乗りを押し始めた時期で、と同時にちょっとテックっぽい流れも、踏み始めたシーズンだったんですけれども、スポーツ由来のスニーカーでしたね。ゼンはね、僕結構好きで、中でもこの白黒のタイプが僕一番好きで、これやっぱ今見てもかっこいいですね。まさにね、なんか今日みたいなこういう白 T レイヤードのスタイリングとかに白黒のゼンめっちゃ合いそうだなと思って。2026年にゼン履くのはすごいありだなと思ってますね。これもそうですね、トラック2と一緒で、B ティアかなティア B に入れようと思います。で、次は、サッカーですね。ゼンに似てますけど、2022年の春、同じシーズンに出たシューズで、これはさっきのゼンとはソールが違って、スパイクになってるやつですね。本当にもろサッカースパイクをモチーフにしたシューズで、僕も持ってるシューズなんですけど、これもね、僕結構好きなんですよね。今も履くぐらいなんで、結構コーディネートのその汎用性とかやっぱ高いなと思ってます。僕が持ってるのは黒ですけど、白のサッカーとかもね、最近履いたら面白いんじゃないかなとか思ったりしてます。これもね、細めなパンツとの相性いいし、やっぱこの違和感のバランス感がちょうどいいですよね。こっから先に出てくるね、バレンシアガの靴とか、ちょっとやりすぎな靴とか出てくるんですけど、このシーズンまでのバレンシアガだったら、他のブランドとの距離感とかもそんなに離れず、コーディネートに馴染んでくれるので、2019年、20年ぐらいの時期のバレンシアガは、やっぱかっこいい靴が多いかなっていう感じですね。サッカーに関しても、ゼンと一緒で評価は、ティア B に入れようと思います。個人的にはゼンよりも好きかなっていう感じですね。はい。で、続いてはトラクターですね。こちらも2020年の春に出たシューズですね。これはね、結構地味ではあるんですけれども、バレンシアガの、ブーツシリーズの中でも結構人気が出たアイテムだったかなと思います。ちょっとね、トゥーの部分が若干ポテッとしたボリューム感が可愛らしいブーツですよね。トラクターもね、好きなんですけど、これも可もなく不可もなくっていう感じかな。バレンシアガの靴の中では、割とシンプル寄りなシューズで、でもこれはずっと人気なシリーズですよね。サイドゴアの仕様とか、あとジップアップの仕様とかもね、いろいろあって、結構履きやすい靴ですよね。シンプルな見た目ではあるんで、いろんなコーディネートに馴染むかなっていうあれではあるんですけれども、コーディネートとしての面白さがあるかっていうと、他の靴よりかは面白さはないのかなとは思うので、これに関しては、ティアはちょっと厳しめの C ですね。で、次は、タイレックスですね。タイレックス2020年の夏に出たシューズですね。もうこれは名作なんじゃないでしょうか。見てる皆さんもね、結構好きな方が多いと思います。僕もね、タイレックスは、昔持ってまして、よく履いてました。間違いなく名作の一つだと思ってます。タイレックスはね、当時ルックでは割と細身なパンツに合わされてたことが多いのかなと思います。でも、太めなパンツ、ワイドなパンツとの相性もすごくいいですし、あとはハーフパンツだったりとか、合わせられるパンツの選択肢が広い。で、これ見た目以上にこのソールが結構厚いので、スタイル補正もできるということで、ほんといいことずくめで、めちゃくちゃかっこいいシューズだったなと思います。カラーリングもね、イエローとか赤とかめっちゃ派手なやつもあったし、黒が一番人気のタイプですよね。でも今改めて見返すとやっぱ白とかもかっこいいなと思って、最近ね、タイレックスめちゃくちゃ欲しいんですよね、また。今だったらもっとかっこよく合わせられそうだなっていうのもあるし、そんな期待値も結構高いシューズですね。2026年の今のタイミングでタイレックス履いてるのとか、すごいやっぱいいなと思います。タイレックスはそうですね、ほんとデザインだったりとか、合わせやすさ、面白さとか、どれも、レベルが全部高いと思ってるので、これは文句なしの S ティアですね。タイレックスは S ティアに入れようと思います。で、続いては、ドライブですね。バレンシアガの中でもちょっとマイナーな部類かなと思うんですけれども、2020年の夏、確かこれもタイレックスと同じタイミングに出た
シューズだったんですけれども、トラックだったりとかよりも、ソールは薄め、作りはゼンとかと似てた気がします。ドライブもね、個人的には結構好きなシューズではあるんですけれども、数あるバレンシアガの靴の中でこれを選ぶかというと、っていう感じもするし、カラーバリエーションいろいろあるんですけど、トラック2とかと違って、マルチカラーよりかは、黒とかちょっと落ち着いてたやつの方がかっこいいなっていう意見にはなっちゃうんで、これに関しては、そうですね、C かな。評価を C ティアに入れようと思います。で、続いては2ですね。2シリーズ。ビブラムとのコラボの5本指のシューズですね。2020年の冬だったかな。これはね、面白いシューズではありますよね。後の X パンダーとかにも繋がるシューズですけれども。やってることとかすごい面白いし、スピトレベースのね、シューズ、ソックスのシューズではあるんですけれども、バレンシアガの靴あるあるなんですけど、単体で見たときはやっぱすごいかっこいいんだけど、実際にスタイリングで合わせようとすると、やっぱ難しいの、部類なのかなと思ってて、新しさとかはあるんですけど、2026年の今のタイミングで履くってことを考えても、やっぱ難易度は高いし、かっこよく履くのは難しいのかなと思います。なのでちょっと評価は厳しいんですけれども、D ティアで行こうと思います。で、次は最後ですね。2020年の冬に出たシューズですけれども、ブルドーザーですね。これはね、もう、かっこいいですよね、ブルドーザー。今もね、ブルドーザー、タイプ違いでちょっと出たりしてますよね。これはもうマジで名作の部類だなと思ってます。やっぱりね、この、ソールここがかっこいいですよね、ここの、ボコボコしてるソールが。でこれね、実際に履くとめちゃくちゃ危ないっていうね、すごい、ソールが変わってるせいで、階段とかでめちゃくちゃこけそうな、危ない靴ではあるんですけれども、単体で見た時のかっこよさっていうのももちろんありますし、コーディネートで合わせた時のかっこよさっていうのもちゃんとある。で、そのバレンシアガの靴の特有のね、主張の出る感じもないし、うまく馴染んでくれる、このバランスが最高な一足だなと思います。最近ね、結構やっぱ履いてる人多いですよね、ブルドーザーは。細身なパンツとのすごい相性がいいんで、ブーツをね、ちゃんと上まで締めないで、あえてベロンってさせる履き方とか、ああいうの見てると、やっぱすごいかっこいいなと思います。2026年に履くのもいいし、コーディネートのしやすさもいいし、かっこよさもあるということで、これもタイレックス同様、文句なしの S ピアかなと思います。はい。という感じで、以上がですね、2019年から、2020年のね、バレンシアガのシューズの、幅が広がったシーズンだったのかな、このシーズンは。結構ブーツに関してもスニーカーに関しても、いろんなアプローチのね、かっこいいスニーカーが増えたシーズンだったかなと思います。はい、という感じでね、立て続けに2016年から、2020年までの約4年間のバレンシアガのシューズを振り返ってきたんですけれども、ここで一回休憩タイムということで、最近の購入品を紹介しようかなと思います。この動画に関係のある購入品でして、懐かしのスニーカーを2足購入しましたので、そちらを紹介します。まず1つ目はこちらですね。バレンシアガのトリプル S を購入しました。で、これは僕がね、前に動画で紹介したトリプル S2.0 ではなくて、オリジナルの方のトリプル S のタイプになります。後に製造された中国製ではなくて、ちゃんとオリジナルのメイドインイタリー製を探しまして、そちらを購入しました。やっぱね、久しぶりに見ると、すごいテンション上がりますよね。久しぶりにね、このオリジナルのトリエス持ってみて思ったんですけど、意外と重くないというか、この数年でバレンシアガが靴をインフレさせすぎて、全体的にいろんな靴が重くなってるじゃないですか。だからなのか、改めて持つと意外と重くなくて、結構ね、昔は、すんげえ重い靴だなと思ってた印象だったんですけど、今、見てみるとそんなに重くないかなと思います。ただね、これ実際に履くとやっぱ違くて、この重心が前よりは後ろに重心があるので、すごい歩きにくいは歩きにくいですね。そのせいですごい重さだったりとか、疲れやすさを感じる靴なのかなっていう感じです。トリエスといえばの、この定番のカラーを買いました。スラックスだったりとか、スキニーだったりとか、ワイドなパンツ、チノパン。ほんと何にでも合うアイテムかなと思いますね。これはね、ほんと長年、いろんな履き方されてた靴だと思うんですけれども、だからこそこの2026年に新しい着こなしをちょっと増やしていきたいなっていうのも込めて、改めてね、トリエスを買ってみました。これをね、かっこよく履きこなせるように頑張っていこうと思います。ということで、1足目のシューズはトリプル S、メイドインイタリーバージョンでした。そして2つ目に紹介するスニーカーがこちらですね。はい。バレンシアガのスピードトレーナーになります。先ほど D ティアに入れて酷評したスピードトレーナーを購入しました。
で、これはね、僕は世代ではなくて、ギリギリ通ってないわけなんですけれども、物は試しということで買ってみたんですけれども、これやっぱ実物をね、見てもね、いまいちこれやっぱ何がかっこいいのか僕は正直分かってなくて、なんで評価されてたんだろうっていう、ちょっと疑問が残りますね。確かにね、こういう削ぎ落とされたデザインで、こんなシンプルなのが新しいっていうのは分かるんですけど、2026年のタイミングで見てるからなのか、僕のセンスがないだけなのか、ちょっとまだね、かっこよさはいまいち見出せてないですね。ただ、スタイリングは一応これでいろいろ研究はしてて、これだったらまだいけるかなっていうのが、何個か思いついてはいるので、どんどんね、ちょっとこいつの新しさを見出していきたいなと思ってます。今ね、2026年でこれについて言及してる人が多分誰もいなくて、ちょっとかわいそうなんで、僕がこのスピトレを救おうかなと思ってます。ちょっとね、押していきたいシューズではありますね。カラーリングがね、やっぱいろいろあって、一番わかりやすいのが黒白のカラーかなと思うんですけど、さすがにね、僕は黒白をかっこよく履ける自信がなくて、黒はね、正直逃げかなとは思うんですけど、ちょっと黒白はね、僕レベルではちょっと履きこなせるイメージが湧かなかったですね。ちょっとこれで練習というか、体を慣らさせて、かっこよくできそうだったら、黒白にもちょっと着手しようかなと思ってますね。結構ね、長い時間こいつを見てるんですけど、まだかっこよくは見えないですね、正直。シーズンを追うにつれて、こいつをちょっとかっこよく履いていきたいなと思っております。たまにはこういうちょっとチャレンジングな買い物をしましょうよということで、スピードトレーナーを購入しました。ということでですね、以上この2つ、トリプル S とスピトレを購入したよという、プチ購入品紹介でした。引き続きですね、2021年以降のバレンシアガのシューズの格付けをしていきたいと思います。続いてはですね、2021年から2022年の期間のバレンシアガのシューズを見ていこうかなと思います。この期間はね、先ほど2019年から2020年で、バレンシアガのシューズの幅っていうのが増えたんですけれども、その幅を広げつつも、さらにね、異常化が進んだというか、よくわからないスニーカー、シューズが増えた時期だったかなと思います。早速ね、順番に見ていくわけなんですけれども、まず最初は2021年の春に出た、X パンダーですね。先ほどの2の、後継モデルというか、後ろのね、スプリングを活かしたデザインなんですけれども、これも相変わらずあれですよね、トラックだったりとかの、運動靴っぽいのをリファレンスにやってるスニーカーなんですけれども、X パンダーもね、僕結構好きなんですけれども、今見ると、面白さはあるんですが、コーディネートとして組んだ時の面白さっていうのには若干欠けるかなと思いますね。今2026年のタイミングで履くっていうことを考えても、いろんなパンツに合わせれるかなと思うんですけれども、X パンダーに関しては、ピア C に入れようと思います。で、続いてはですね、リノですね、2021年の夏に出たシューズなんですけれども、これはね、かっこいいですよね。リノはね、めちゃくちゃ僕好きです。リノダービーが一番メジャーかな。ブーツタイプもありますけど、僕はね、ブーツの方が好きですね。やっぱなんといってもこのトゥーの部分が削れてて三角形に尖ってるシューズっていうので、当時この2021、22ぐらいまで、ツイッターとか見てるとね、これしか流れてこなかったシーズンがあるぐらいなんですけど、みんな好きなシューズの一つかなとは思いますね。これも、そのスタイリングのしやすさっていうところと、珍しさっていうところがうまいバランスで、作られてるシューズだなと思っていて、後に出てくるバレンシアガのシューズでも、これは代替が効かない存在だなと思ってますね。他のブランドとかでもやっぱ替えが効かない存在だなと思いますし、やっぱ今見てもやっぱかっこいいですよね。ダービータイプはね、履いてる人多いんですけど、やっぱブーツタイプ履いてる人あまりいないんで、今ね、2026年のタイミングで、リノのブーツが履いてたらやっぱかっこいいなと思いますね。リノは好きですね。今合わせるって考えても、細めなパンツにも合うだろうし、太めなパンツにも合うだろうし、ブーツタイプだったら、ハーフパンツとかにも合わせてもかっこいいだろうし、今この画像を見た段階でいろんな合わせが思いつくので、これはやっぱいいですね。名作のシューズだなと思います。これは A ですね。A ティアに入れようと思います。続いてはストライクですね。ストライクブーツ。2021年の夏に出たシューズなんですけれども、これは本当に癖がない、プレーンなシューズではあるんですけれども、先ほどね、トラクターとは違って、いろんなタイプがあるシューズで、カラーリングとかね、素材違いとかでいろいろ出てたんで、そういうのもすごいいいポイントだなと思います。ストライクはやっぱ根強いですよね、人気が。いろんなコーデに合うだろうし、カラーリングもいろいろあるということで、コーデの幅も広いのは間違いないなっていう感じです。可もなく不可もなくのデザインでもあるんですけれども、無難にかっこいいシューズということで、僕結構好きですね。
2026年に履くっていうことを考えても、これは本当にどのシーズンでもかっこよく履ける、本当に万能なシューズだなと思います。結構ね、珍しいですよね、バレンシアガの中で。長く履けるシューズってあんまないかなと思うんですけど、このストライクに関しては本当にいつ履いてもかっこいいブーツなのかなと思ってます。リノよりは、デザインは弱めではあるんですけれども、その万能さだったりとか、かっこよさっていうのを加味して、これもティア A かな。A ティアに入れようと思います。続いてはランナーですね。これもぶっちゃけトラック2は超えないかなっていうのが正直なところですね。形だったりとかはすごい好きで、デザインとかもね、好きではあるんですけれども、やっぱりね、この形はトラック2が一番僕はかっこいいと思っているので、そこまで評価は高くないですね。2026年の今のタイミングで履くっていうことを考えても、そこまで別に新しさがあるわけでもないしっていうので、評価は可もなく不可もなくの C ですね。C ティアに入れようと思います。次はトルーパーですね。2022年の春かなに出たシューズですけれども、このトゥーの部分が四角くなっててっていうタイプで、ダービーのシリーズもありますし、ブーツもあるし、あとは素材違いで、このシリコンっぽいタイプもあるしっていうシューズですね。ちょっとシリコンっぽい方は、傷がめちゃくちゃつきやすいシューズですけれども、これまで好きなシューズではあります。ソールの形もね、すごい面白いし、好きではあるんですけど、ただね、ブーツタイプに関してなんですけど、ブーツインだったりをして合わせた時に、このブーツの主張が出すぎるっていうところが正直あまり好きではなくて、スタイリングね、いろんなパンツに合うのはあれなんですけど、やっぱそのブーツインした時の見え方だったりとか、コーデ全体で見た時に若干ノイズになるところが、あまり好きではない。僕的には評価できないかなっていうので、単品で見た時のね、かっこよさだったりとか、ダービーのね、良さとか、いろいろあるんですけれども、他のシューズほど、突き抜ける良さはないかなっていうので、好きは好きなんだけど、ティアとしてはB から B ティアに入れようかなと思います。で、続いてはファントムですね。2022年の、春に出たスニーカーですけれども、これは結構この時期では珍しいシンプルなシューズですよね。たまにね、バレンシアガがやる、やりすぎた時に一回戻ってくるムーブの一つだとは思うんですけれども、ここまでシンプルにしすぎちゃうともうさすがに運動靴に寄ってきちゃうよねっていうところで、ちょっと起毛感のある素材感で、割と面白いなとは思うんですけれども、かっこよく履くのが難しい靴だなとは思いますね。ファントムのね、白黒とかちょっとスピトレに似てるタイプですけど、あれとかうまく履きこなせたら、かっこいいのかなと思うんですけど、この靴ならではの良さがあるかって言われたら、っていう感じで、コーディネートに使いやすいわけでもないしっていうので、ファントムに関しては、ごめんなさい、ちょっと評価は低めですね。D ですね。D ティアに入れようと思います。はい。緑だったりとか、こういう派手なカラーとか結構好きなんですけど、評価としてはD に落ち着くかなっていう感じです。はい。続いてはディフェンダーですね。この2021年、22年のこの時期を象徴するアイテムかなと思うんですけれども、2022年の夏に出たシューズですね。これも当時話題でしたね。いろんな意見が飛び交ってましたけど、これも好きではありますね、ディフェンダーは。すごく好きです。見た目もね、見た目すごいかっこいいですし、実際に履いた時の履き心地とかも、ほとんどスニーカーみたいな感じで、足首周りのホールド感だったりとか、あと歩きやすさとかもね、歩きにくいんですけど、バレンシアガの靴の中では割と歩きやすい部類のシューズで、結構好きではありますが、コーディネートとして合わせた時に意外と馴染まないっていう欠点がありまして、これ太めなパンツに合わせた時もそうですし、細めなパンツに合わせた時もそうなんですけど、ソールがね、でかすぎて、結構浮くんですよね、こいつが。なのでパンツとシューズが結構分断して見えちゃうというか、ディフェンダーを合わせるってなったら、ハーフパンツで合わせるのが一番かっこいいかなと思ってるんですけど、コーディネートの選択肢、特にそのボトムスの選択肢が結構限られるっていう点では、割と今回の評価基準だと結構厳しいのかなっていうのが率直な意見です。ディフェンダーに関しては、この単品で見た時の映りはもう一番トップレベルで好きなんですけど、実際に履くことを考えると意外と馴染んでくれないっていう、ちょっと厄介なアイテムではあるので、そうですね、ディフェンダーは好きなんですけど、ちょっと評価は厳しめで、ティアは C ティアに入れようかなと思います。続きましては、2022年の夏に出たハードクロックスですね。クロックスとのコラボのシューズなんですけれども、これもね、結構人気なシューズですよね。割と履いてる方多いかなと思います。
金具のディテールとかね、結構好きではあるんですけれども、これもね、さっきのディフェンダーと一緒で、結構浮きやすいかなと思います。足が浮きやすいですし、あと何よりサンダルなので、そこのね、違和感をうまく活かせたりできたら面白いんですけど、やっぱりバレンシアガが提案してるルック以上の合わせが、できない。ある意味余白がないシューズなのかなとは思います。ハードクロックスに関してはね、好きではあるんですけど、単品で見た時の映りは、正直ディフェンダーの方が好きですね。今2026年のこの、いろんな選択肢があるっていうことを加味しても、難しいアイテムなのかなと思います。なので、好きではあるんですが、ちょっと評価は厳しめで、D ですね。ティアは D に入れようかなと思います。で、続いてはですね、パリスニーカーですね。2022年の夏に出たスニーカーですけれども、これはバレンシアガの中でも、結構プレーンなシューズで、ダメージ加工がされてるやつが印象的だったんですけれども、ダメージ加工がされてないタイプもあるということで、これに関しては本当に、話題作りのスニーカーっていう印象が強くて、実際にね、形自体はそんな面白いわけではなくて、加工感だったりとかで話題になってたので、特にこれといった、評価はないかなっていう感じですね。可もなく不可もなくっていう印象です。今の2026年に履くとしても、面白さとかは特にないのかなっていう感じですかね。なので、評価としては真ん中の C に入れようと思います。はい。で、続いては、スペシューですね。これが2022年の夏に出たシューズですね。スペシューはね、僕結構好きで、やっぱ今見てもかっこいいですよね。これも素材違いで色々出てて、テカテカしてる素材とか、マットな素材とか、あとはシルバーとかね、真っ赤とかもありましたね。こういう靴では珍しい、このレースアップじゃないっていう、上から見た時に全部こうツルッとしてる違和感っていうのがやっぱ、今見てもかっこいいなと思いますね。で、バレンシアガのシューズってこのコバが張ってるシューズがやっぱ結構多いんですけど、スペシューぐらいまでのこのコバの張りだったら、まだギリギリ合わせられるかなっていう感じです。この後出てくるね、バカでかい靴たちとかは、コバがちょっとでかすぎてね、馴染まなくなってくるんですけど、こんぐらいのコバの広さだったら、まだやりようはあるかなっていう感じです。スペシュはやっぱいろんな素材も出てますし、コーディネートとして合わせた時の違和感もすごいある。見た目はすごい削ぎ落とされてて、プレーンなんだけど、ちゃんと違和感もあるってことで、結構バランスが取れてる。いいシューズだなと思ってます。細身なパンツにはぶっちゃけ合わないかなとは思うんですけど、ワイドなパンツ、特にスラックスとかを溜めて履いた時のかっこよさが、あると思ってるので、個人的にね、好きなシューズっていうのもあり、評価ちょっと高めの、B ですね。ティア B に入れようと思います。はい。で、2022年最後のシューズは HD レースアップですね。2022年の冬、カニエとかが歩いてたシーズンのめちゃくちゃルックが見づらかったやつですけど、に出てたシューズですね。サンダルっぽいシューズですね。穴が開いてるシューズなんですけれども、サンダルっぽい形なんだけど、シューレースがついてるっていうのが新しいですよね。素足で履くのがかっこいいのかな。これもね、好きは好きですね。スペシューと一緒で、コバが張ってる、横の部分が張ってるけど、そこまで張ってないっていうサイズ感ではあるんですけれども、夏場とかはすごい活躍するかなとは思うんですけど、冬場とかは、ソックス入れるぐらいしか多分やることがないので、デザインのアプローチだったり、このサンダルっぽい形で、でもスニーカーみたいなアプローチはすごい好きなんですけど、ちょっとデザインが、今のバレンシアガの流れを見ると、若干寂しく感じるかなっていうところで、ティアとしては C かなっていう感じです。続いてはですね、2023年から2024年の時期のシューズを見ていこうかなと思います。このあたりはですね、2022、23の派手派手しいスニーカーだったりとか、派手派手しいシューズ類が、さらにエスカレートして、一番物議を醸したシーズンかなと思います。シューズとしてもね、もうバカでかい靴がどんどん増えてくるわけなんですけれども、もちろんね、バカでかい靴ということで、コーディネートの合わせやすさっていうのはなくなっていきますので、先に言っておくと、このあたりの時期のシューズの評価は結構低めです。ということで、順番に見ていこうと思うんですけれども、まず最初はステロイドですね。2023年の春に出たシューズです。ブーツタイプと、スニーカータイプありましたけれども、これもね、結構でっかい靴ではあるんですけれども、ポテッとしてちょっと可愛らしい靴ですね。結構ブーツタイプを見かけることが多いかな。僕結構これは好きで、どっちかといったらこのダービーの方が僕は好きですね。さっきのね、トルーパーと一緒で、このバレンシアガのこの時期のブーツって、この足首のここの幅がでかいシューズが多くて、さっきのトルーパーの時も話したんですけど、ここが大きいとどうしてもブーツインした時に、このブーツの
見える面積とか印象がやっぱ強くなってしまうので、コーディネートに馴染まないっていうのが、欠点としてあるかなと思います。なので、このステロイドに関しては、僕はブーツタイプはあまり好きではなくて、ぶっちゃけ。このダービータイプが好きというところで、履き心地とかは最悪なんですけど、ダービーの唯一無二感とかを加味して、C 寄りの B かなっていう感じですね。評価としては、B ティアっていう感じです。で、続きましては、テクノクロックですね。2023年の夏に出たシューズですね。これもね、もうめちゃくちゃ面白いシューズですよね。ミュールの厚底っていう。これはね、僕めちゃくちゃ好きです、テクノクロックは。なんなら今、欲しいかな。今2026年のこのタイミングで、かっこよく上げたらめっちゃいいだろうなっていうので、スタイリングの難易度とかはズバ抜けて高いなとは思うんですけど、やっぱコーディネートにハマった時のかっこよさっていうのはあるなと思います。デザイン自体はすごいシンプルなんで、合わせやすさっていうのはすごいあるのかなと思います。ただ難易度は高いアイテムですね。バレンシアガ側もね、多分これは上級者向けアイテムとして多分作られてて、スパンコールのアイテムとか、あとはもっと最悪なのは木目のデザインのやつがあるんですけど、あれとかマジ履いてる人見たことなくて、あれ履きこなせたらすごいよなっていうので、結構チャレンジングなアイテムではあるんですけど、難易度の高さっていうのはすごい評価できるポイントだなと思いますね。これはもうめちゃくちゃ好きです。これやっぱおしゃれな人が履いてるイメージだな。今出てるバレンシアガの靴の中だったら一番欲しいかなと思います。これね、履き心地も結構面白くて、結構コロコロするというか履いてる感じもね、新しくて、結構僕好きなんですよね、これは。いろいろね、合わせやすさとか新しさとか、デザインのバランス感とか、いろいろ込みして結構評価が高いので、これはティアは A ですね。A ティアに入れようと思います。はい。で、続いてがですね、ロメオですね。2024年の春に出たシューズです。ロメオもね、面白いシューズですよね。このトゥーの部分が反り上がってて。でもこれもさっきのテクノクロックと一緒で、意外と履いてみるといけるというか、先っぽの部分がね、めちゃくちゃ前に出る設計なんですけど、でもそのバランスの取り方とかはすごい新しいですし、めちゃくちゃ好きなシューズではありますね。デザインもやりすぎてないんだけど、シンプルでもないっていう、ミュールとしても履けるし、結構バランスの取れたアイテムだとは思いますね。ただ、やっぱ難易度は高いですし、テクノクロックの方が僕は好きではありますね。割とこれに関しては結構ワイドなパンツを溜めて被せて履く合わせか、ハーフパンツを履いてあえてこいつを目立たせるかっていう、極端に振るのが結構面白いかなとは思うので、コーディネートの幅は、テクノクロックよりかは広くないかなっていう評価で、ティアとしては B ですね。B ティアに入れようと思います。はい。で、続きましては 3XL ですね。2023年の夏に出たシューズですけれども、これもみんな大好きなシューズですよね。バレンシアガのこういうスニーカーシリーズの中だったら一番履いてる人が多いんじゃないかな。シューレースが結ばれてるデザインとかは新しいなっていう感じで。結構好きな部類ではあるんですけれども、やっぱり僕はこのスニーカータイプ、バレンシアガで出てるスニーカータイプの一番はトラック2だと思ってるんで、トラック2は超えないかなっていうのが正直な意見ですね。あとね、これ見た目以上にそんなに漏れないっていう、ソールがそんなに厚くないのでスタイル補正もできないし、なんでそんな人気なのか僕はあんまいまいちよくわかってないんですけど、履いてる人めっちゃ多いですよね。カラーバリとかもね、いろいろあっていいんですけど、今のタイミングで履くってなっても、新しさとか特にないかなって感じですね。3XL に関しては C ティアですね。ティア C に入れようと思います。はい。で、続きましては、アラスカですね。2023年の冬に出たシューズです。これに関してはもう TikTok 見ると毎日見かけますね。これを履いてる人は。みんな好きですよね、このアラスカ。スキーコレクションで出たシューズですけども、後にね、この茶色のタイプとかも出たりしてね。この茶色の方は僕結構好きなんですけど、このトゥーの部分がボテッとしててね、ワイドパンツとかにはすごい合わせやすいし、ブーツインしても、トゥーの部分とこの足首の部分の太さが同じぐらいなので、バランスは取れるんですけれども、やっぱりね、こいつもちょっと足元の主張が出すぎちゃうので、スタイリングの幅自体はそんなにないのかなっていう印象ですね。今回の評価軸で言うと、そこまで、高い評価ではないかなっていう感じです。デザインがやっぱシンプルなので、合わせやすさはあると思いますよね。ただ面白さとか、そのスタイリングで組んだ時の面白さがあるかっていうと、正直そこまでないのかなっていう見方はしてるので、評価で言うと、やや低めの C ですね。アラスカに関しては C ティアに入れようと思います。はい。で、続いては、カーゴですね。
2024年の夏に出たシューズですけれども、カーゴですね。で、これはね、スニーカーのシリーズの中でも結構好きな部類で、割とトラック2とどっこいぐらいで好きかな。結構ね、これもまあでかくて、合わせにくいは合わせにくいんですけど、カラーバリエーションが豊富で、青のタイプとか、結構おもちゃ感とかがすごい好きですね。全体的なフォルム、3XL だったりとか他のこういうスニーカータイプ、スニーカーとは違って、ちょっとなんか角張ってるというか、カクカクしてる感じが僕は結構好きで、バレンシアガのね、これから出てくるスニーカーシリーズとかの中でも、このカーゴに関しては結構いいかなと思います。まあ、カーゴぐらいだったら、まあなんか面白くまだ合わせられるかなっていう可能性は感じるシューズではありますね。まあ、C 寄りの B ぐらいの感じかなと思います。まあなので、まあ評価としては B ティアですね。ティア B に入れようと思います。結構カーゴは好きです。続いては、6XL ですね。2024年の秋に販売された 6XL なんですけれども、まあ、ここら辺からね、ちょっと様子がおかしいというか、ちょっと怪しくなってくる時期なんですけれども、まあ、6XL ぐらいだったらまだいけるかなっていう感じではあります。まあでもここら辺はね、まあソールを大きくするだけって言ったらあれですけど、まあソールを大きくするのがまあ売りみたいな感じではあるんで、まあやっぱりバレンシアガのスニーカー、まあシューズ類でよくありがちなその足元だけ浮いちゃう現象がまあ起きがちっていうので、まあデザインに関してもね、まあそこまで新しさがあるかって言われると結構微妙ではあるんで、まあ可もなく不可もなくのシューズなのかなと思います。なので評価としては C ですね。C ティアに入れようと思います。続いては 10XL ですね。2024年の秋のシューズですけれども。まあね、もう、こうなってきちゃうともうコーディネートクソもないですよね。もう、靴が主役なので、まあもうスタイリングはもう度外視で、もうそういう次元じゃないんだろうなって感じです。なのでまあ、今回のね、評価軸から見るともう最悪なんですけれども、取り組みとしてはすごく好きです。まあ、靴のね、この見た目もすごく好きではあるんですけれども、まあ、コーディネートもクソもないよなっていうので、かっこいいんですけど、ごめんなさい、D ですね。D ティア D に入れようと思います。まあ、ちょっとでかすぎるっていうのが問題ですね。で、続いては、レプタイルですね。2024年の冬かな。これもそのぐらいに出たシューズですけれども、これもですね、D ですね。でかすぎます、これは。さすがに。10XL はね、こう縦にでかかったんですけれども、レプタイルはね、こう、横にも縦にもでかいってことで、これはもう、スタイリング云々の話じゃないですね。僕はね、実際レプタイルは発売日に見に行ったんですけど、想像してる3倍ぐらいでかくて、絶望しましたね。なんか二回りぐらいちっちゃかったら、まだ可能性はあったかなと思うんですけど、ちょっとでかくしすぎましたね、これは。ちょっとでかすぎて。これかっこよく履くのはまあ無理ですよね。もうこれが主役になっちゃうし、どうしても。スタイリング全体としてバランスを取るのもまあほぼ不可能に近いんじゃないのかなと思います。なんか、バッチリ決まるコーディネートが組めたとしても、相当バランスいろんなところでいじらないと無理だなと思います。まあこのシルバーのタイプとかね、ごちゃごちゃしててすごい好きなんですけど、まあ黒だったら、まあワンチャンかっこよく履けるかなって感じはあるんですけど、もうこいつをかっこよくするためにどうしようかなっていう方向性で組まないと多分かっこよくはできないので、まあ今回の評価軸で言うんだったら、まあちょっと評価低めですね。まあ D ティアがまあ妥当かなっていう感じです。はい。で、最後ですね。このシーズンは、続いてストンパーですね。2024年の冬に出たシューズになっております。ストンパーですね。これはもうめちゃくちゃかっこいいですよね、ストンパー。これも大好きです。まあみんな好きなんじゃないですかね。ブーツの中でもこう、ソールもあるし、ちゃんとボテッとしてるし。一番ね、僕はロングタイプが好きなんですけれども、まあ、ワイドパンツにも合うし、細身のパンツにも合うしっていうスタイリングの合わせやすさもあるし、かっこよさもあるし、もうこれはもう文句なしかなと思います。バレンシアガの歴代のレザーのシューズの中でもトップクラス、一番の最高傑作と言っていいんじゃないのかなと思いますね。さっきのね、ブルドーザーみたいに、こう、折り返してベロンって履き方もできますし、ほんとこれはやっぱ汎用性もすごく高いですし、ほんとレプタイルとかとは違って、万能なシューズだなと思います。まあ唯一ね、値段が高いのが、欠点なんですけれども、まあそれをなくしたらもう悪いところが見つからないぐらい最高なシューズだと思ってます。ストンパーに関してはもう文句なしの S ティアですね。もう最高ランクだと思います。で、最後の期間ですね、2025年から2026年の、現在に至るまでのバレンシアガのシューズを見ていこうと思います。この時期はね、今までのやりすぎていたシューズから、だいぶ落ち着いて、結構原点回帰してくる、時期かなと思います。
早速順番に見ていきます。最初がですね、ベノムブーツですね。2025年の春に出たシューズです。これもかっこいいですよね。結構人気の高いシューズかなと思います。装飾がすごいたくさんついてるタイプと、装飾が控えめなタイプ、いろいろありますけれども、コーディネートに合わせることを考えると、装飾が少ないタイプの方が合わせやすいかなと思います。でね、これもね、かっこいいはかっこいいんですけど、主張がね、やっぱ出ちゃうんですよね。特にこの装飾が強いタイプの方は、これが主役になっちゃうので、馴染むかって言われると結構難しいところかなと思います。ハーフパンツにね、合わせる合わせが一番かっこいいかなと思うんですけど、メンズだとね、ハーフパンツの選択肢がやっぱ少ないので、ベノムブーツに関しては、女の子だったら、すごいかっこよく履けるんじゃないかなっていう感じですね。なので、デザインとかはね、すごく好きなんですけど、合わせやすさってことを加味すると、装飾がたくさんついてる方に関しては、評価は低めで、装飾が少ない方は合わせやすいかなっていうので、間取って、B 寄りの A かなっていう感じですね。ベノムブーツは A ティアです。続いて、プラットフォームスニーカーですね。2025年の春に出たシューズですけれども、これはもう、そうですね。ノーコメントですかね。もう、ちょっとでかすぎて、何が何だかって感じなんですけれども、これがもう最後ですよね。ほんとデカ靴の最終形態なんですけど、もうこれはもう合わせるとかじゃなくて、これ単品で作品だと思ってるんで、評価云々ではないんですけど、取り組みとしては、すごくいいなと思います。バレンシアガのね、最終形態で好きなんですけれども、今回はね、評価軸を設けて、判断はしてるので、あれなんですけれども、これは言わずもがな、D ティアです。理由はでかすぎるっていう、ただそれに尽きるかなと思います。はい。評価云々じゃないです。はい。で、続いてはマンデーですね。2025年の春に出たシューズですけれども、これもね、割と新しめのシューズではあるんですけれども、結構好きな部類ではありますね。僕のロゴがね、スポーツタイプの、このロゴのバレンシアガのアイテム結構好きで、これすごい洗練されてちょっと都会っぽいイメージありますよね。本当原点回帰というか、スピトレだったりとか、そのあたりの、スタイリッシュさに通ずるものがあるのかなと思うんですけれども、バレンシアガの、スペシューあたりから始まった、ちょっと横幅が広い流れはちょっと引き継いでて、これもね、意外とでかいんですよね。実物見に行ったりとかしたんですけど、意外とでかくて、もう一回りちっちゃかったら好きだったなっていう感じですね。ワンデーに関してはね、カラーリングだったりとか素材違いで色々出てるんですけれども、デザインが別にそんな特筆した何かがあるわけではないので、可もなく不可もなくっていうので、これも真ん中の C ティアかなと思います。はい。続いてハンプトンですね。2025年の夏に出たスニーカーです。ここまでね、バレンシアが変な靴が多かったんですけれども、ここに来てすごいプレーンなね、エアフォースワンみたいなシューズを出すわけなんですけれども、ハンプトンはね、その反動もあってすごい好きなんですよね、僕は。ロゴもスポーツタイプのロゴで、合わせやすさも文句ないかなと思います。デザインとかは別にそんな派手ではないんですけど、汚れ加工だったりとか、カラーリング、あと素材違いでも出てたりして、結構面白いシューズです。さりげない系で履いてたら面白いかなと思います。これをスケーターっぽいノリとか、今日みたいなね、服装にも多分合うと思いますし、ストリートチックに合わせたらかっこいいのになと思ったりはしてます。結構これも欲しいシューズではありますね。割と僕の勝手なイメージですけど、結構おしゃれな人というか、ひねくれてる人が履いてるイメージはありますね。可もなく不可もなくではあるんですけれども、今までのバレンシアガの流れを汲み取って、逆に新しいっていうので、評価としては C 寄りの B ティアかなと思います。で、最後ですね。バスケットボール。2025年の夏に出た、こちらのシューズですけれども、これもね、新しいシューズですよね。本当にバッシュっぽいんだけど、テカテカしてるっていう、カラーリングもね、いろいろ攻めてて好きです。ただこれもね、やっぱりこの横幅がでかいので、もう一回りぐらいちっちゃかったらもっと好きだったなっていうシューズですね。形この、トゥーの部分が反り上がってたりとか、素材がこうね、テカテカしてる素材だったり、色味が攻めてたり、青とかね、あるんですけど、そういう取り組みはすごく好きです。ルックもね、僕結構好きで、細めなパンツに合わせたりとか、太めなパンツに合わせたり、いろんな可能性の幅があったんですけど、面白いかって言われると、そこまでかなっていう感じで、突き抜けた何かがあるわけではないかなっていうので、今回の評価軸で言うんだったら、評価としては C かな、C ティアかなと思います。はい。以上ですね。以上全部で36足ぐらい、40足近い
シューズを見てったんですけれども、バレンシアガの靴のティア表はこんな感じですね。なかなかないですよね。ここまでシューズでこんなブーツからスニーカーから幅があるブランドってなかなかないと思うので、やっぱバレンシアガは唯一無二というか、ほんと時代を作ったブランドだな。ほんとデムナバザリアはすごいなと改めてこの40足近いね、靴を見返して思いましたね。で、今回はね、40足、約40足だったんですけれども、途中省いてるシューズもあって、最初の方のレザーのシューズとか、あとはアディダススタンスミスとか、あのあたりの、スニーカーとか、ちょっと省いちゃってるんですけれども、一応ね、一通り主要な、その時期話題になったシューズだったりとか、外せないシューズっていうのは選んだつもりなので、割と網羅はしてるかなとは思います。皆さんの考えてる、ランク付けと、ちょっと違うところもあったかもなんですけれども、今回はあくまで2026年に履くんだったら、スタイリングとしてかっこよくできるんだったらっていう評価軸で判断したので、こういったティア表になりました。僕としては2019年から2020年のあのあたりのバレンシアガが可能性を広げてたシーズンが結構好みというか、好きなシューズが多かったかなと思います。あとはね、他にもちらほらとかっこいいシューズはあるんですけれども、そのあたりが好きだったかなと思いますね。やっぱりね、バレンシアガは最初から一貫して新しいことをやって戻ってきて、新しいことをやって戻ってきてっていうのを繰り返してるので、2024年以降は新しいことってどんどん前のめりになっていくわけですけど、それまでの2019から2023ぐらいまでかなのシーズンは、やっぱ、細かい点で見るとね、かっこいいアイテムとか、今履いたらいいんじゃないのっていう靴が結構あるので、改めてそこら辺はいいなっていうのが今回の気づきでしたね。という感じで、今回はですね、2016年から始まって2026年の最後のデムナのコレクションまでの今まで出たシューズ類っていうのをティア格付け勝手にねさせていただきました。今回はね第1回ということで、バレンシアガのシューズを紹介したんですけれども、他にもねこういうものを格付けしてほしいっていうのがあればぜひですねコメント欄で教えていただければ僕なりの評価基準で格付けしていきますので、ぜひですね、コメント残していただけたら嬉しいです。ということで本日の動画はバレンシアガの歴代シューズをティア格付けしてみたという動画でした。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。